皆さんこんにちは。鉄旅チャンネルです。今は京成本線のユーカリが丘駅ですが、ここには面白い鉄道路線があります。ところで、成田空港方のこの副本線は線路がなくて不思議だなぁと思ったんですが、調べてみると最初から線路はないそうですね。ところで皆さん、新交通システムといえば何を思い浮かべるでしょうか。お台場周辺を走るゆりかもめとか、神戸空港へ行くポートライナーなどを思い浮かべると思います。ここユーカリが丘にはそれらとは一味違う異色の新交通システムが存在するのです。京成電鉄の改札を出ると、なんだかテーマパークっぽい雰囲気。ユーカリが丘線の改札は少し奥にあります。なんとなくバブル時代にできたニュータウンの雰囲気が漂ってきますね。すごい昭和感が漂っていて笑っちゃいますね。どちらかというと駅というよりは昔栄えていた遊園地みたいな感じですね。ユーカリが丘線はテニスのラケットのような走り方をします。環状線部分は半時計回りの一方通行です。運賃は1回の乗車で200円。1日乗車券は500円です。そしてめちゃくちゃ古そうな改札機。IC カードは非対応ながら最近 QR コードには対応しました。平成初期の映像に出てきそうな自動改札機です。自動券売機はよくある壁に埋まっているタイプは廃止されて、今は食券スタイルです。QR コードになった影響でこの方式になったみたいです。さて運行頻度はどのくらいなのかなと時刻表を見てみると、1時間に3、4本ほどとまずまずですね。階段を上がると天井にはツバメでしょうか。何やら鳥がたくさんいます。よく見るとツバメの巣があるんですよね。ホームは意外と洗練されてる印象。景色がかなりいいです。大型の商業施設やホテルが並んでいます。奥にはイオンタウンがあるので買い物には困らなさそう。ペデストリアンデッキは都会の駅の象徴って感じがしますが、多分私だけです。振り返ると運営会社のヤママンの広告がありますね。不動産屋ということで、新築のマンションなどのチラシが並んでいます。不動産屋が鉄道事業に参入するのは何事だと運輸省から反感を買い、実現までかなり時間がかかったそうです。コカ・コーラの自動販売機はなんと休止中でしたが、もう1台は動いていました。ヤママン株式会社への募金ボタンがあるのが特徴です。そうそう、この鉄道路線の車両は冷房がないのでうちわや飲み物は夏場には必須です。さあ車両がやってきました。かなり小ぶりですよね。ゆりかもめなどのほとんどの新交通システムは線路の両側のガイドレールに沿って走りますが、この路線は中央のガイドレールに沿ってタイヤが内側を向く構造になっていて、全国唯一の構造です。そのため線路の両側に壁がないのですっきりした見た目になります。この方式は VONA と呼ばれていて、実はもう一路線存在したのですが2006年に廃止になりました。3両編成でそれぞれドアが一つずつあります。コアラ1号から3号までありますが、今回乗車するのは1号です。製造は昭和55年ということでかなり古いですね。新型車両も検討しているとのことですが、何せ全国唯一の方式ゆえに時間がかかっているそうです。これまで数回リニューアルされてきたそうですが、古さは隠しきれない感じですね。冷房がないので風が通らない分外より暑いです。ガタンと後ろに飛ばされる感覚がして列車は動き出しました。鉄道というよりは車の急発進のような感覚。ゆりかもめからは絶対しないであろうガタガタと揺れる音は、まるで古い遊園地の遊具を彷彿とさせます。向かって左手には大型商業施設やタワマンが続き、ある意味ゆりかもめより臨場感があります。
このユーカリが丘線が開業したのは1982年のこと。日本初の新交通システムは1982年の神戸ポートアイランド線で、まだまだ規格も統一されておらず、探り探りでの開業となりました。その後全国で新交通システムの使用が統一されることになりますが、それは側方案内方式という両側に案内機場がある方式。ユーカリが丘線はボナと呼ばれる中央案内方式で、現在では唯一ここだけで運行されている方式です。そうしている間に地区センター駅に到着しました。向かって右側には閑静な住宅地が広がります。このユーカリが丘という町には大きな特徴があり、それは成長管理型の町づくりということです。一般のニュータウンは一気に開発して撤退するのが普通ですが、ここでは1971年の開発開始から一貫して管理が続けられています。現在ほとんどのニュータウンでは一斉に開発された影響で激しい高齢化に見舞われていますが、ユーカリが丘では毎年の分譲件数を一定に決め、少しずつ入居させることによって高齢化や過疎化が起こらないように工夫されています。そのためユーカリが丘の人口は未だに右肩上がりで、ユーカリが丘線の利用客数もコロナ禍の影響はありますが堅調に推移しています。次の駅は公園前駅です。少々雑な駅名ですが、これはユーカリが丘線の特徴と言っていいでしょう。今後も謎な駅名が続きます。公園駅の直前に分岐があります。この路線はラケットのような形ですが環状部分は半時計回りの一方通行です。そのため公園駅でもう片方の線路とはお別れとなります。この路線はすごく短い安直な駅名ばかりですが、これは住人専用の鉄道路線と考えれば理解できます。またニュータウンなのもあって開業当時には駅名をつけるのも大変だったのでしょう。次は女子大駅ですが、実際には女子大は存在しません。命名当時は女子大が移転してここにできる予定でしたが、計画は中止になったのでした。今は大学のセミナーハウスが申し訳程度にあるのみとなっています。さて、外を見てみるとなんと一面に緑が広がります。ニュータウンというのに何もない森が続いていて不思議な感覚です。この辺は水田として利用されているそうですが、ここは谷間のため水害が起こりやすく宅地開発はされなかったとのことです。ユーカリが丘線の内側は確かに緑が広がっています。よくよく調べてみると、昔からありそうな寺院や古そうな家などがありユーカリが丘の開発開始の前からあった集落なのではないかと容易に想像できます。奇妙な駅名の女子大駅ですが、2008年にユーカリが丘駅を除く全ての駅で改名しようと新たな駅名を募集していましたが、地元住民から駅名を変えないでほしいとのことで現在に至ります。ここからは完全に個人の話ですが、この日は1日乗車券を500円で購入しましたが気温が30度、冷房もない車内に耐えきれず、元を取らないまま帰宅するという、少しもったいない感じです。女子大駅を出ると右手に車両基地が見えてきます。同じ型の車両が3編成ありますが、おそらく1編成のみで運用できるダイヤですので残りの2編成は車庫で眠っていることになると思います。バスも運行しているとのことでたくさんの車両が見えますがユーカリが丘線の車両も見えますね。そうそう、山形県にはポツンと立つ有名な超高層マンションがありますが、実はヤママンの関連会社が運営しているとのことです。日本一安いタワーマンションなどと揶揄されていますが、雪かきから解放されるとか眺望がいいなどと住民からは高評価のようです。さて、列車はラケットの先端部分を走り、間もなく左カーブしてユーカリが丘駅方面に戻っていくことになります。次の中学校駅は周辺の開発が進んだことから駅が改築されていて、周りにスーパーやマンションがあって整然とした街並みとなっています。前にも言ったと思いますがユーカリが丘線の車両は冷房がありません。窓が開けられるようになっていますがほぼ意味がない状況です。正直割と耐えられない感じで、運転士も過酷なことでしょう。
乗る前までは何周かしてみようと思っていましたが予想以上のきつさです。さて、列車は中学校駅に到着。次は井野駅です。そろそろ汗をかいてきて辛くなってきました。おしぼりやうちわのサービスがあるとのことでしたが私が行った時はやってなかったのか見つけられませんでした。次の新型車両では冷房が導入されることを切に願うばかりです。そうそう、この路線は開業以来無事故運転を継続していて、国土交通省から表彰を受けるほどです。最初は不動産会社が鉄道を運営するなんてと言われていましたが今では不動産業でも鉄道も高い信頼を得ています。さて、線路は徐々に地下に潜ります。ここはユーカリが丘線唯一のトンネルです。冬になるとイルミネーションで装飾されるだとか。巷ではヤママン20時間耐久なる競技がいろんな人によって行われているそうで、冷房がない中自動販売機で20時間耐えるという信じがたいことが行われているそうです。トンネルを抜けるとすぐ井野駅に到着します。この路線は手動運転ですが、自動化しないのでしょうか。乗客が暑さで苦しんでいるのに、乗務員の方たちはもっと過酷なのかなと思ってしまいます。井野駅を出ると列車は坂を駆け上がり高架区間になります。次の公園駅で環状部分は終了になります。公園駅はユーカリが丘駅以外で唯一の有人駅で指令室もあります。近くには巨大なイオンタウンがあります。なぜかイオンモールではなくイオンタウンです。2016年と比較的新しい店舗。この区間の周辺はぎっしりと住宅で埋め尽くされていて、まるでシムシティのよう。私は暑さに耐えられなくなってきたので次の公園駅で降りることに決めたのでした。暑さに耐性がなさすぎですね。向こう側からさっき通った線路が見えてきました。公園駅は5つのホームに2本の線路がある大きな駅。では降りる準備をします。公園駅のユーカリが丘駅型には分岐があります。分岐が切り替わる瞬間を撮りたいと思っていたのですが、列車が来る直前まで切り替わらないようです。にしても小さい車両です。ほんと遊園地の車両って感じ。ここから見ていると一切揺れずに線路に吸い付いているように見えますね。車両が新しくなれば未来の乗り物感が出ると思います。駅務本部であるこの駅はユーカリが丘線の拠点駅となっています。中には古めかしい改札機と QR コード読み取り機という不思議な組み合わせ。喉が渇いたので近くのスターバックスに行くことにします。どうでもいいのですが一応スターバックスのゴールド会員ですので、若干お得に利用することができたりできなかったりします。歩いていると地方都市感がすごいです。なんとなくつくばエクスプレスの沿線と雰囲気が似ている気がします。スターバックスを見つけました。正直バーガーキングの単独店舗の方が気になりますね。さて、1区間分歩いて地区センター駅まで来ました。比較的街の中心部にある駅で近くには飲食店がたくさんあります。階段でホームに上がります。階段の遊園地感がすごいです。近年はこの路線でカバーできないところまで街が大きくなり、バスの運行も始まるほど賑わっています。ということで帰ってきました。この車両はまた地元民の足として走り回ります。皆さんもぜひこの不思議な乗り物を楽しんでみてください。ここまでのご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。